こんにちは、メインです。今回は単発クリエイトということで、ハールの動く城のワンシーンを再現してみようと思います。どのシーンなのか気になった方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回の島はブラック無糖です。では早速作っていきます。最初に場所を決めていきます。今回は斜め撮りをするので、斜め撮りをした時にちゃんと映りそうな位置にします。一部だけ更地なので、この調整は絶対に必要ですね。左上くらいに家が来るようにしたいので、その位置まで移動。この辺りに家を建てます。今回の再現シーンはハールが幼少期に過ごした水車小屋です。水車小屋の位置を 4×4 マスで色を塗っていきます。枠だけ描けばよかったのですが、何を思ったのか塗りつぶしています。もう一度カメラを起動して場所の確認。さっきカメラを起動した位置と違うので、何を確認しているのか分かりませんが OK です。水車小屋に住む名誉ある住民はマーティです。きっと泣いて喜ぶでしょうね。いい雲行きになってきましたね。水車小屋前の白いコンクリートと道を作っていきます。まずは土の道から作っていきます。上から草のマイデザインを敷いていくので結構広めに敷きます。実際に見える予定の道幅は2マス程度ですが、投下されている草とされてない草を上から合わせるとき、土の道を広めに取っておかないと草同士が離れていってしまうためです。島は一部しか更地ではないので、ところどころいろんなものが見えます。こんな感じで土の道を敷いていきます。草が仲違いしてしまいそうだったら土の道をその都度敷きます。水車小屋前のコンクリートを敷いていきます。このコンクリートのマイデザインは自作です。遊びで作ったものなので配布の予定などはありません。階段もつけていきます。コンクリート部分ができたので、次は池を作っていきます。今回の草や花、池のマイデザインは全てお借りしたマイデザインです。最近 SNS 上でかなり盛り上がった天才的なマイデザインですね。今回使用したマイデザインの数はおよそ30枠。枠を全て捧げても使いたいくらい天才的なマイデザインです。池の枠組みができたので、中に水を入れていきます。水面のきらめきが綺麗ですね。水に流れをつけていきます。水の揺らめきだけで3種類のマイデザインを使っています。水車小屋前の池が完成しました。本来はもっと広いと思いますが、更地にしていない関係でこの広さにとどめています。右の道に草をつけて道の角を取っていきます。今回お借りしたマイデザインは概要欄にありますので、そちらをご覧ください。少しだけ池の形を変えていきます。今回の動画はマイデザインをたくさん貼るの回ですね。ジブリの映画はリアルに描く部分と絵画的要素のところと分かれていたりするので、拙者の時はリアルより遠くからだと絵画っぽい感じです。今回は遠くからの視点にしたいので、絵画的な要素強めなマイデザインがメインですね。道の枠組みができたので、周りに草を生やしていきます。花を生やす時にジブリっぽくなるコツは、花の群生地を一部に作り点在させることかなと思います。このマイデザインで言うなら、紫の花を斜めの関係で敷いていきます。2枚のマイデザインを使って紫の花の群生地を作る感じですね。そこに青系を混ぜたり、青い花だけの群生地を作ったり、白い花だけの群生地を作ったり、とにかくマイデザインが優秀オブ優秀なので、色の塊を作っておけばそれっぽくなるかなと思います。ここ敷きすぎちゃったかなと思ったところは、花のついていない草を敷いていきます。今回は花畑にしたいので、割と多めの割合で花をたくさん敷いていきます。最初なのでほぼノーカットで花を敷く様子を流していますが、編集者の都合上次からはカットしまくります。こんな感じで敷けました。原作と比較すると色々違いますが、雰囲気は似ているので OK です。次は水車のある場所から上を作っていきます。最初は川の枠組みから作っていきます。もしかしたら本来は池で、角度によって細長く見えているのかもしれないという可能性は捨てきれないまま、細長く川っぽく作っていきます。今作っているシーンは、ハウルが子供の頃の夏によく遊んで一人で過ごした場所であり、魔法使いの王子が残してくれた場所でもあります。広大な土地持ちってすごいなという気持ちですね。川ができたので見えている範囲を花で埋め尽くしていきます。
ここの舞台はアルプスにある花畑で、ハウルがソフィーに花畑をプレゼントしてくれる場所ですね。花畑をプレゼントとか痺れますね。そんなことより土地ももらったのかという現実的な考えが浮かんでしまう現代人です。川と花畑がつながりました。お借りしたマイル線が可愛くてホクホクしています。次は水車小屋の左側を花畑にしていきます。こちら側も先ほどと一緒で、ただただマイデザインを敷いていくだけの時間になります。カメラに映る範囲だけずっと敷き続けるとだいたい1時間くらいですね。途中でマイデザインを変えながら貼っているので、いつもより多めに時間がかかっております。この花畑は劇中に重要な場面で出てくるので、かなり好きな景色の場所です。ソフィーの姿がコロコロ変わるのも心情が目に見えてわかるので、ギュッと胸をつかまれる場面なんですよね。これで全面式終わったので、次は軽く飾り付けをしていきます。竹のシェルフを使って水車に見立てていきます。角度によってはギリ見えなくもない形です。カントリーなローボードでベンチ代わりに、家とマイデザインの隙間が気になるので、ここを見えなくしていきます。毎度おなじみの草ですね。隠したい時は麦畑を生やします。以前と比べあまり目立たなくなったような気もしています。何で隠すかは結構迷いますね。水車小屋ができたので、周りを少しだけ飾り付けていきます。緑の葉っぱをアクセントとして飾っていきます。そして土の道には雑草を。これで完成したのですが、外観をミスっていたので描いていきます。原作に合わせてしっかりと描いてきました。これで外観の完成です。次は水車小屋の中を作ります。ちなみに外観はこんな感じで組み合わせています。まずはお部屋の概要です。窓はありでエントランスは一番左。明るさは白で最大の明るさ。環境音はなしです。壁紙と床の概要です。劇中は夜しか見えないのですが、多分白っぽい壁だろうということでこの組み合わせになっています。部屋の奥にベッドを置いてきます。キキの部屋もそうでしたが、キッチン横にベッドがよくあるような気がしています。現代だとあまりないレイアウトな気がします。ブリキのバケツ内に薪が入れれないので外に出しておきます。今回の家具はカンドリーな家具が中心です。くすんだカラーがこのシリーズが最強だからですね。ここは勉強の本やろうそく、コップなどが置いてありますが、一部だけ置いて表現していきます。窓際のベンチの代わりにローボードです。入り口部分にマットを敷きます。壁には猟銃らしきものが飾ってありますが、そんなものはつもりにはないので放棄です。フード付きマントっぽいものを飾ります。チェックウォールステッカーをドアにリメイクして完成です。ハルが幼き頃に過ごした水車小屋の中ができました。きっとマーティも大喜びですね。単発クリエイトのハールが幼少期に過ごした水車小屋はいかがだったでしょうか。水車小屋っぽく見えるかもと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。